オッペンハイマー、クリストファー・ノーラン監督の最新作オッペンハイマー、原爆の父と言われたオッペンハイマーの映画です。この映画はまだ日本で公開未定です。いつ公開になるか決まっていません。この動画は私がこの映画を見た直後の感想とそれから私たち日本人がこの映画を見るべきかどうかということについてお話しします。この映画、これ素晴らしい映画なので、この映画の詳しい解説はまたこの映画が日本で公開された時にお話したいと思います。オッペンハイマー、彼は量子物理学の研究者でした。アメリカですね。で彼がブラックホールを初めて証明したりしたんですけれども、彼は第二次世界大戦中にこのマンハッタンプロジェクトのリーダー、責任者として雇われます。リクルートされます。このマンハッタンプロジェクトというのは原爆の開発ですね。アメリカのシカゴ大学とかカリフォルニア大学とかあちこちで秘密に進められて、主な場所はニューメキシコのロスアラモス、もう砂漠の真ん中ですね。そこに町を作って、そこで実際の研究製造が進められました。科学者とその家族が数千人そこに住んでいたんですね。で、3年間膨大なお金をかけて、そして原爆を発明しました。長崎、広島に落とされた原爆ですね。この話は本が元になっています。本がオッペンハイマー、原爆の父と呼ばれた男の栄光と悲劇、2005年の本です。クリストファー・ノーラン監督、現代の巨匠です。マーティン・スコセッシとかスティーブン・スピルバーグのその次の世代の巨匠の一人です。50代ですよね。今油が乗り切ったところです。この50代の巨匠の中にはクエンティン・タランチーノ、ポール・トーマス・アンダーソン、ドゥニー・ビルヌーブなんかいます。彼らの映画にダ作はありません。みんな素晴らしい、彼らのどの映画も素晴らしいのを作ります。クリストファー・ノーランもダ作がありません。またこれはオッペンハイマーはまた素晴らしい映画です。クリストファー・ノーランのベスト10動画を作っていますから、そこの前のテネットまで含めたベスト10を作ってますので、ご覧になってください。下にリンクを貼っておきます。このオッペンハイマーはアカデミー賞に数々ノミネートされると思います。作品賞、監督賞、脚色賞で、それから主演男優賞、助演男優賞、それから助演女優賞で、それに撮影、音楽、美術、編集などたくさんアカデミー賞にノミネートされそうです。普段クリストファー・ノーランの映画はアメリカと同時公開されるんですけれども、今回この映画はまだ公開が未定です。決まっていません。誰が何を恐れているのか分かりませんけれども、ただ単に時期的にこの映画は7月にアメリカで公開されたんですけれども、8月は日本の終戦記念日ですから、ちょっと時期的に後に伸ばそうというだけなのかもしれません。それとですね、今各地で広島、長崎はあれは戦犯だったんじゃないか、戦争犯罪だったんじゃないかなという動きが出ています。当然そうですよね。市民に向かったあんな爆弾を落としたわけですから、広島、長崎だけでなく東京空襲や各地の空襲もアメリカは市民を狙って攻撃したんですね。これは戦争犯罪ですよね、今の感覚で言うと。ですからね、この映画オッペンハイマー、日本で公開されて、そういう声を日本で高めてほしいです。オッペンハイマー、この映画は私2回見ました。クリストファー・ノーランの映画はどの映画も1回じゃ分かんないんですけれども、この映画も2回見て、1回目と2回目と全然印象が違いました。ご心配なさらないでください。実際映画が日本で公開される時には、私がこの映画を見て1回で分かるような動画を作りますので、ご心配なさらないでください。そしてね、1回目
これはなんかすごい映画だなと感じたんですけれども、わかりませんでしたよね。一つに私、構えていったんですよね。アメリカ人の体制の考えは、戦争を止めるのに原発が必要だったと考えているんですね。それは私昔から反対で、それでそのことをどういうふうに描かれているか気になって、それで行きました。そしてなんか釈然としなかったです。この映画見終わって1回目でいろいろ疑問が残りました。まずこれ3時間なんですよね。そして1回目見た時、一部私は退屈しました。そしてこの映画の3分の1は1時間は戦後オッペンハイマーが公聴会にかけられるんですね。彼がコミュニストであってロシアのスパイだったかどうかっていう後半があるんですけれども、公聴会があるんですけれども、それが延々と続くんですね。それがちょっとテーマを薄めちゃったような気がしたんですけれども、それとこれロスアラモスでの爆発、それはもう素晴らしく美しく怖く映すんですけれども、実際の広島長崎の映像は出てこないんですね。だけどオッペンハイマーの顔、そのスライドを見ている、広島長崎のスライドを見ている彼の顔を映すんですけれども、それだけなんです。それでなぜ実際の写真映像を見せなかったのかっていう疑問が残りました。このロスアラモスのキノコ雲ですけれども、すごいですね。ノーラン作ったこの映像は美しくもう怖いんです。だから泣けてきましたよね。想像しちゃうわけです。これが長崎広島に落とされたんだと思うと怖いです。本当に泣けてきました。でそれでノーランの意図ですね。ローランが何を言いたかったのか、何をしたかったのか疑問でした。わかりませんでした。それでクリストファー・ノーランのインタビューを見ました。 YouTube で見れる限りのインタビューを見ました。そして2回目に臨みました。そして理解しました。彼の意図が理解しました。これはね、映画化が難しいんですよね。非常にいろんな微妙なセンシティブなところがあって、それをバランスを取るのがとても難しい映画です。そこがさすがクリストファー・ノーランは天才ですよね。電気物としては、バイオピックとしてはシティズン・ケインに続く傑作じゃないかと思います。この彼が何をしようとしているか、クリストファー・ノーランが何をしようとしているか、それについてはまた別の動画で詳しくお話ししますけれども、かいつまんで言うと、クリストファー・ノーランのシェイクスピア劇です。オッペンハイマーの栄光と悲劇ですよね。その物語であって、でそこに人物群があります。いろんな人間が出てきます。でそこに歴史があって、戦争があって、そして人間が描かれます。この本の現題がアメリカンプロメティアスというんですけれども、このプロメティアスというのはギリシア悲劇の神様の一人なんです。でプロメティアスはゼウスから火を奪って人間にあげるんですね。そしたら人間は文明を作って戦争を始めるんです。そしてプロメティアスは罰を受けて、こんな岩にくくりつけられちゃって、何万年も何億年もそのまんまそこに縛り付けられて、内臓を鳥に食われてしまうんです。でもプロメティアスは不死身ですから、毎日内臓を虫に食われちゃうわけです。まさにそれがオッペンハイマーです。これが私のオッペンハイマーの2回見た感想ですけれども、これは芸術作品ですから、ぜひ見てください。見たくないっていう人がいるのも分かりますよね。その気持ちは分かります。そしてこの映画が警告しているのは、科学ですね。人間はいろんなものを発明してしまうんですけれども、今まさに AI とかバイオテクノロジーが発展していますけれども、その先にあるものを考えて、私たちは考えてないといけないと思うんです。
それがまさにこのオッペンハイマーの私たち人間に対する警告だと思います。ツイッターの方でレビューしてない新作や日本公開前の新作、また私の見ている映画、そしてスイスでのブログみたいなこともしています。そちらもご覧になってください。